こんばんは、たかしです。本日は11月7日月曜日、ただいま18時5分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。いつもなら朝に動画をアップしているんですが、明日の火曜日の朝は投稿ができなさそうなので、代わりに本日投稿しておきます。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのもありですね。お得なことはめんどくさがらずに、早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。それでは冷やしから見ていきましょう。まず冷やしはこの緑のボックスですね。その上限を一度上抜けたんですが、また戻されてきまして、このボックスの中に今戻ってきてます。ただ、ここからどんどん下落するのかっていうとそんなイメージではなく、冷やし的には今上昇トレンド中なんですね。ですので、今はこの大きな黄色のボックス、この中で動くのかなというイメージを持ってます。今のところ冷やしの GMMA で反発して、現時点では強く上昇中というところです。ただ、そろそろこの緑のボックス上限に近づいてきましたので、この辺は反発しそうなところではありますので、168円台ぐらいですかね。この辺は上値が重くなるのかなという感じですね。で、過去にもここ見ていただいたらわかるんですが、上値を抑えられて大きく下落しているポイントではあります。一旦は上抜けましたので、上値は軽くなっているかなとは思うんですが、やはり過去に意識されたポイントっていうのは意識されやすいので、ここでの反発での下落っていうところも考えておきたいですね。現在マクディがまだもう少し弱いので、今日強く上昇で終えるなら、このマクディの下落モメンタムが急激に削られていくと思います。そしてストキャスティクスもゴールデンクロスしてきますので、そうなると明日は強く上昇、この黄色のボックス上限172円ぐらいを目指して上昇していくと思いますが、本日の冷やしが確定した時にどのような形になっているか、上髭が長くなっているようですとこの辺でのレンジ、そして陰線になればここからの下落も考えられますね。ただ強い陽線で引けた場合は、この黄色のボックス上限を明日は目指してくると思いますので、まずは169円台で、この辺付近、このボックスの上限ぐらいでどう動くかっていうところに注目です。では4時間足です。4時間足ではこのオレンジのライン、これが4時間足の目線切り替えポイントでした。ここで金曜日から落ちて、下支えされて上昇中というところで、今は週末の動画ではこの4時間足の青の GMMA ですね。この辺付近で反発下落する可能性っていうのを考えてました。で、今もまだ、下落するかもしれませんが、ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからのロングエントリーは控えていきたいところ。ただ、今結構ね、強く上昇してきてるんです。ドル安が進んで、ポンドドルが結構急騰してきてますので、それにつられてポンド円も上昇中というところで、この GMMA を上抜けた時は、次はこの紫の点線ですね、172円というこの高値を目指して上昇していくと思います。その場合はこの高値超えっていうのを考えますので、今 GMMA を抜けられるかどうかという瀬戸際のところですね。この GMMA を上抜けた時は、一旦 GMMA がサポートに変わるのを待ってからのロングエントリーっていうのをしていきたいのですが、今急騰中ですので、ちょっと難しいかなとは感じてます。ただこの過去のここを見ていただいたらわかりますが、今この辺から揉み合いのゾーンに入るんですよ。168円から169円ぐらい、ここのゾーンっていうのが揉み合いに入りますので、今ここからの揉み合いのゾーンに入るのか、そこを上抜けるとさらに172円までは上げてこれますが、どうなるのかなというところです。ただやはり4時間足のストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからのロングエントリーは控えた方がいいと思います。エントリーするなら買い足でというところですね。そして今強い上昇中の時は戻り売りっていうのは控えた方がいいですね。今この陽線見ていただいてもわかりますが、かなり強く上昇してますので、GMMA で反発して下落するのであれば、買い足でその下落の兆候を探してからエントリーでしないと、このまま上に持っていかれる可能性もありますので、その辺は注意が必要です。では1時間足です。先ほど言ってた168円から170円まででしたね。この2円幅のここでの揉み合いなんですよね。過去これ見ていただいたらわかるんですが、この黄色のボックスっていうのは168円ぐらいから170円ぐらいに引いてますので、今その中に突入してきましたので、ここでどうなるかというところです。1時間足の GMMA は反転上昇しかけてます。まだ反転しきっていませんので、これがもう少し上げて、そこから GMMA が追いついてくるのを待って、その GMMA にタッチしたところぐらいが1時間足での押し目買いのポイントかなと考えます。今結構強く上昇してますが、一旦は上げ止まりを待って
次の押しを待つのがいいかなと思ってます。1時間足もストキャスティクスは高値圏にありますので、今ここからエントリーしてもいつ逆行して一旦の調整の下落をするかがわかりませんし、今ここから調整の下落をすると GMMA 付近まで戻す可能性がありますので、そうすると167円ぐらいというところですね、そこまで戻してくる可能性もあります。ですので基本は押し目買いなんですが、今のこの急騰にはついていかないで一旦調整するのを待ちたいところ、もしくは5分足や15分足というところで調整の下落、じりじりと下落したところからの押し目買いっていうのを狙っていくのがいいのかなと。その辺で短く利確していくのがいいかなと。もし5分とか15分足で、ロングエントリーをした場合は短めの利確をしていかないと、次1時間足の調整に巻き込まれると損切りにかかってしまいますので、その辺は注意ですね。で、現在はこの黄色のボックスの上限ですね、この辺を目指してくるとは考えますが、今一旦ここ青いライン 38.2%、 この高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2% がこの黄色のボックス加減とも重なってますので、今1時間足で残り45分あるんですが、45分後にもしかしたらここが上髭になっているという可能性もありますので、その辺は注意ですね。そしてこの1時間足がこのボックスの中で実体で引けるようならば、そこからは次もう一度1時間足単位でのじりじりとした下落を待ちたいところ、もしくは15分足単位で調整の下落を待って、そこからのロングエントリー、そして狙うはここですね、170円ぐらい、この辺までを狙っていきたい。そして170円を超えてくると、次は172円ぐらい、この最高値を目指していくと思うんですが、ここ今から入ってくるこのゾーンですね、168円から170円っていうゾーンは日足の大きな緑のボックスの上限付近になりますので、ここでは乱高下をする可能性がありますので、その辺は注意が必要。エントリーするならボックスの加減に引き付けて、もしくはボックスの上限に引き付けてっていうところが一番わかりやすい、やりやすいポイントだと思いますので、中途半端なところでエントリーする場合は逆に行く可能性も考えてトレードしていくのがいいと思います。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。コーヒー1杯ぐらいの価格で初心者の方に分かりやすい動画を週1本アップしていく予定ですので、皆さんのご登録をお待ちしております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。